皆さんこんにちは。今日も京都でマインクラフトやっていきましょう。前回砂漠の村を見つけたのでいろいろ取引とかしてみたいところなんだけど、あんまり資材がないんですよね。結局逃げてばかりいられないということで、一旦拠点に戻ってブランチマイニングでもしていこうと思います。と帰り道になんだか見慣れない景色が。これはもしかしなくても新バイオームのマングローブですよね。平坦な沼地にマングローブの木々が密集しているジャングルと湿地帯の混ざったようなバイオームです。沼地には泥ブロックや粘土ブロックがたくさん生成されています。とはいえ、泥の上では移動が遅くなるみたいなこともないので、と、この子はカエルですね。新しいモブも追加されて賑やかになってきました。と、そんなこんなで拠点に戻ってきました。とりあえず、ここら辺を掘っていこうかな。ブランチマイニングは結構人によってやり方が違うんだけど、私は大きめに掘っていくのが好きです。幅もそうなんですが、高さも余裕を持っておくと、後々トロッコをつけたり階段をつけたりするときに楽なんですよね。これくらいあれば十分だと思います。と、ブランチマイニングをしていたら、アメジストオートを発見。アメジストでできた衝動です。アメジストの塊を壊すことで、アメジストのかけらを手に入れることができます。この割れ目のようなものがついているブロックからは、何度でもアメジストが芽生えてくるので、壊さずに取っておきましょう。ちなみに、アメジストは全方位から芽生えてくるので、割れ目のついたブロックだけを浮かせるようにしておくのがいいらしいんだけど、私は面倒なのでやってません。と、そんなアメジストと銅を使って望遠鏡を作りました。遠くを望める鏡です。オプチのズーム機能を使えばいいじゃんとか言っちゃダメ。入らないでほしいんですけど。まあ、急に来た行商人さんは放っておいて、進捗を達成していきましょう。さっき作った望遠鏡を使って、オウムさんやサイゼリアを見ることで、進捗を達成できます。この拠点の近くにジャングルがあったので、まずは、オウムさんを探しに行きましょう。さて、ということでジャングルまで来ました。それから残念なお知らせなのですが、オウムさんはいませんでした。そんなこんなで、ネザーにやってきました。まあ、ロイヤルホストくらいなら簡単に見つけることができると思います。骨が折れた。いやー、金装備を持ってないと攻撃されるのを忘れてました。と、無事バーミヤンを発見。望遠鏡でスカイラークを観察することで、進捗、あれは風船を達成しました。どう見ても風船ではない。とまあ、びっくりドンキーの進捗を達成したところで、ブランチマイニングに戻ります。どこじゃじゃーん。最高ですやん。と、地下を掘っていたら廃坑に当たってしまいました。廃坑にはお宝が置いてあったりすることもあるので、ちょっと嬉しいですね。モンスターハウス。一気に突撃して、松明をたくさん置いて、迅速な制圧。こっちは、特に何もない、かな？よし、大丈夫そうですね。さて、それではチェストを拝見。馬の鎧も入ってるけど、よりにもよって、全部鉄。こっちには、金の馬の鎧とサドルが入ってるし、外れではないかな。とはいえといった感じの内容でした。と、気を取り直して廃坑を探索中。廃坑には、縦横無尽に道が伸びているので、制圧した場所はこうやって塞いでしまうのがおすすめです。と、ダイヤモンド発見。こういう時は、急がず焦らず、まずは安全確保を。と、それでは周りを掘っていきましょう。この何個ダイヤがあるのか、だんだんと分かっていく瞬間が、最高に好きなんですよね。
これは2個買い。と、そんなこんなで、進捗、ダイヤモンドを達成しました。なんだかんだ、初めてのダイヤは嬉しいです。それから、辺りを少し探索していたら、またダイヤ鉱石を発見しました。と、そろそろインベントリがいっぱいになってきたので、拠点に帰りました。ただいまはおやすみなさい。おはようございます。行ってきます。さて、今日はせっかくバグを見つけたことですし、お馬さんを探して飼いならしてみましょうか。お馬さんを見つけました。ほれほれ、1回で飼いならしてみせますよ。ふふふ、お馬さんと仲良くなるためには、こうやって乗ったり振り落とされたりしなければなりません。何度もぶつかり合うことで培われる信頼関係、なんだか青春って感じがしますよね。そんな風にできた友情というのは一生続くってもんです。と、なんだかこのお馬さん、ちょっとおとなしいですね。ああ、もしかして私の魅力に気づいちゃって照れてるんですかね。心配しなくても、いや、ははは。この子、パート1でお友達になったお馬さんだったんですね。はいや、もちろん忘れてたわけじゃないんですよ。だって、永遠の親友になったわけですし。あはは。あなた、ジャンプ力低いのね。お馬さんにサドルをつけると、こんな感じで上に乗って自由に走ることができます。なんか、あなた走るのも遅くない？とまあ、お馬さんには個体差があって、走る速さやジャンプ力、それから体力が結構バラバラだったりします。人には人の乳酸菌。とりあえず、お馬さんには牧場用の敷地に入ってもらいました。また今度、ちゃんと馬小屋を作ってあげるからね。と、廃校に戻ってきました。しかし、縦横無尽に広がっていて、キリがないですな。おっと、クモの巣がたくさん張ってありますね。このスポナーからは青雲が出てきます。青雲は普通の雲よりちっちゃくて触れると毒状態になる厄介なモブなので、先手必勝に限ります。廃校は上の空間にあるスポナーから敵が落ちてくることもあるので、油断なりません。どうやら、さっき制圧したスポナーの生き残りが落ちてきたようでした。やれやれ、上から降ってくるのは女の子くらいであってほしいものです。と、チェストトロッコがありました。ノッチリンゴとか名札とか入ってないかな？外れ、別の青雲スポナーを見つけました。ちなみに、クモの巣は剣やハサミを使うことで早く壊すことができます。廃校特有の砂利ブロックで塞がれた道、結構好き。と、ラピスラズリがありました。エンチャントするときに活躍するんだけど、それはまた後々。レッドストーンは、私は難しいことはよくわからないので、あんまり使いません。と、モンスターハウスがありました。廃校の通路の真ん中に生成されてるので、ちょっと面白い感じになってますね。モンスターハウスの宝箱とは別に、廃校のチェストトロッコまで生成されていて、ラッキーな感じです。とりあえず、サクッと制圧、よし。さて、それではお宝拝見。外れ。そしてここで、プレイ中の私はチェストトロッコを華麗にスルー。お前何年目だよと言われそうだけど、正直このファイルは録画した記憶すらないので、一番困惑してるのは私です。と、こんなところで、今回はこの辺りで終了とさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ。